このチャンネルの歴史系動画では BD の歴史とブレーキの歴史をやりました。普通に考えたら最初に全体の歴史が必要ではと思ったので、それはそう。今回は普通に自転車発展の歴史の動画をやります。ロードバイクの歴史とかではなく、最初の自転車の発明からおおむね今の形になるとこまでですね。少し前に島の自転車博物館に行ったので、島の自転車博物館の写真を多めでお届けします。写真の使用許可もちゃんといただいております。島の自転車博物館様、ありがとうございます。ありがとうございます。この動画を見た後に博物館に行けばより一層楽しめる動画に仕上げたつもりだからぜひ見ていってね。博物館で見るだけではわからないマニアックな情報も織り交ぜてお届けするので、行ったことがある人も見ていってね。始まるよ。さて、一般的には1817年に発明されたドライジーネが最初の自転車と言われているよ。見ての通りペダルはなくて、足で地面を蹴って使用する。これはドイツのカール・フォンドライスさんが当時の馬不足を受けて開発したものらしい。この馬不足の原因は1815年にインドネシアで発生したタンボラ山の大噴火と言われているよ。これは史上最大の大噴火として有名だよ。遠いインドネシアでの噴火がヨーロッパでの発明に結びつくのは歴史ロマン的な話だけど、タンボラ山の大噴火は直接的、間接的に10万人くらい亡くなっているそうだから、本当はロマンどころじゃないね。お悔やみ申し上げます。アーシみたいに歴史に疎い人のために、1817年がどんなもんだったかって説明すると、日本では江戸時代の後期で鎖国中、将軍は徳川家成さん。伊能忠敬さんが日本中の測量を成し遂げ、地図の制作中で、この翌年の1818年に亡くなっています。欧州では産業革命の最中、有名人ではナポレオン一世が失脚したあたりです。技術的にはすでに実用的な蒸気機関が開発されてるから、蒸気船や試作段階の蒸気機関車などの動力付きの乗り物が存在してる。熱気球も発明済み、10年以内に電気モーターや内燃機関も発明される。それらに比べたらドライジーネはだいぶ素朴なものに見えちゃうね。展示品の詳細を見ていくと、構造の大半は木製。車輪も木製で、よく見ると外周部には鉄と思われる補強が施されている。この時期の車輪は、こういった木製か全部鉄の車輪かの2択だと思う。一般的にドライジーネのすごいと言われるところは、まず車輪を縦に2つ並べるって発想。アーシ調べでは、これ以前に車輪を縦に2つ並べた車両や荷車は見つかりませんでした。全くなかったとは考えにくいけど、あまり普及したものはないということかと思います。そんで、前輪にステアリング機構、つまりハンドル操作ができることです。この時点で二輪の力学的な知見があるわけもなく、現在では考えられない垂直のステアリング軸をしていますね。すごく大きなトレール両、ここの寸法のことだけど、があるのも特徴ですね。この寸法が大きいと、直進時のハンドルが安定します。二輪車が走行中に安定する理屈はかなり難しいため、ドライジーネはたくさんの試行錯誤の結果作られたものだと思います。また、この時点で後輪に簡単なブレーキが備わっているのも注目だね。革の紐を直接引っ張ってブレーキするんだね。ドライジーネの開発時、個々の要素は馬車や荷車の技術が流用されたと思われるから、予想だけど、ブレーキも馬車用のものがベースなんじゃないかな。あと個人的にニッチな注目ポイントは、この時点でサドル高さなどの調整機構が備わっていること。ざっくりとか言いながらめちゃくちゃ細かい話を始めるオタク。自転車で一番大事なのはポジションですよ。完全な個人用のオーダーメイドじゃなくて、ある程度の量産や複数人での使い回しが想定されてたのかな。ドライジーネは結構人気だったようで、ドイツ以外、フランスなどでも販売され、模倣品も出回ったらしい。ここからどんどん進化するって思ったけど、意外とこの構造の時期が長くて、
大きなブレイクスルーがあったのは1861年らしい。45年も経ったわね。日本じゃ幕末黒船来航は1853年で、イギリスと清の間でアヘン戦争なんかもあったわ。蒸気機関車も実用化されて、アメリカのカリフォルニアじゃゴールドラッシュが始まって終わったわ。ドライジーネの発明者のカール・フォン・ドライスさんもすでに亡くなってしまっています。儚いな。ブレイクスルーが起きたのはドライジーネの発明国のドイツではなくフランス。ピエール・ミショーさんがドライジーネ型自転車の改良として前輪にペダルをつけることを思いついたらしい。展示品を詳しく見てみよう。結構時代が経っているから素材は鉄が中心になっているね。ホイールは未だに木製だけど見てみてかなり精巧な仕事がされているね。クランクもしっかりした作りで調整機構もついているね。調整機構が好きすぎるやつ。ステアリング周りを見るとドライジーネにあった大きなトレールは取り払われてステアリング軸のほぼ直下に前輪が配置されたね。狙ってやったものかはわからないけどわずかにステアリング軸が寝かせてあって、つまりキャスター角がつけてあって微妙に安定しそうだけど、現代の自転車より難易度が高いのは間違いないと思う。人間一輪車に乗れるんだから練習すれば何でも乗れるでしょう。実際の難易度はよくわからないけど乗り心地に関しては相当悪いらしくて、ボーンシェーカーってあだ名があったんだって。骨揺らし。さてこの自転車はペダルがついたとはいえまだ車輪に直結、つまりギア比は1だね。車輪のサイズは今とそんなに変わらないからギア比1ってのは相当軽いってのがわかるはず。展示品の車輪サイズはよくわからないけど仮に直径 800mm とした場合1分60回転で漕いだとしても時速9キロしか出ないね。足で蹴った方が速い可能性さえある。この構造で速くするなら車輪を大きくするしかない。ってことでだんだん大きくなったらしいけど、損で生まれたのがこいつ。出たわね。クラシックサイクルの花形、ペニーファージングだね。島の博物館にはオーディナリー型って名前で展示されてた。これは1887年のイギリスの車両だって。ペニーファージングは1870年代に開発されて、いろいろあって1900年くらいには廃れちゃったらしいから、これは中期から後期にかけてくらいの車両ということになるのかな。ペニーファージング型の前輪の直径は最大で 1.5 メートルくらいのもあったんだって。ママチャリってタイヤ直径 660mm くらいだから、それの大体 2.3 倍。偶然か知らないけど変速なしのママチャリのギア比は 2.3 のものが多いらしいから、最大クラスのペニーファージングは実質ママチャリと同じくらいのギア比ってことになるね。ママチャリレベルだとしてもさっきの未小型と比べたら爆裂速い。最高速度は時速 40km くらいっていろんなところに書いてあるけど、逆算すると毎分140回転くらい回せば出るから、乗る人が乗ればギリ出そう。この速さで多くの人を魅了したらしい。スピードは人を狂わせる。ペニーファージングはイカれた車体バランスに目を持っていかれがちだけど、工業的な注目ポイントも多い。まずここで初めてワイヤースポークホイールが登場したね。ワイヤースポークホイール自体は1808年に発明されていたそうだけど、本格的に使われ始めたのはこの頃みたいだね。これまでの木製ホイールではこのサイズの車輪を現実的な重さで作ることはできないと思う。ハブとスポークの接続方法がよくわかりませんね。気になります。フレームはパイプで作られているらしく、かなりの軽量化に貢献したはず。さらにゴムを使ったタイヤも初登場。ゴムを硬化させる技術、顆粒も19世紀の発明だね。またこのモデルがどうだかはわからないけど、ボールベアリングが使われたモデルもあったらしい。ボールベアリングも19世紀末に量産化に成功した技術だね。このように当時の最新技術を集めたすごい乗り物だったみたい。
今で言うならフルカーボンにチューブレスタイヤに電動シフトに 3D プリント部品もりもりみたいなノリかもね。どうやらペニーファージングは実用品ではなく、速さを求めた趣味的、あるいは競技的な乗り物だったということみたい。ペニーファージングにはブレーキがないって記述をネットではよく見るけど、この展示品には結構立派なブレーキがついているね。でも重心が高く前の方にあるペニーファージングは、急ブレーキをかけると簡単に前転してしまうはず。ただでさえ速度が出るのに、転んだ人は高所から叩きつけられるおまけ付きだから、めちゃ危険な乗り物だったらしい。ペニーファージングに熱狂する人たちを横目に、1870代後半にはイギリスのヘンリー・ジョン・ローソンさんによって後輪をチェーンで駆動する自転車が作られました。このタイプは1880年代にジョン・ケンプ・スターレスさんによってより洗練されて普及しました。この自転車は危険なペニーファージングに対して安全型自転車、セーフティバイシクルと名付けられた。おお、当てつけか。ペニーファージングの紹介の時、博物館ではオーディナリー型って名前で展示されてたって言ったけど、オーディナリーは普通って意味です。これはセーフティ型との対比で作られた名称だそうだよ。オーディナリー派とセーフティ派のレスバとかありそう。危険型と言わないだけ異常だね。絶対言ってたやついたぞ。セーフティ派は陰険。こちらは島の博物館に展示されていたセーフティ型自転車の一つです。あらかわいい。これ欲しいわ。さっきまでペニーファージング流行ってたのに。これは1889年のラッジクロスフレームっていうイギリスの自転車だって。さっきのペニーファージングは1887年製で、同じくイギリスの車両だったから、この2タイプは同時に街を走っていたと考えて間違いなさそうだね。どっち派にするか迷うわ。時勢的に当時の女の人にペニーファージングは難しいと思いますよ。ともかく詳細を見ていくと、ペニーファージングと同じく金属パイプ製のフレームが使われていますね。サドル高さも現代と同じ感じで調整できそう。ホイールもさっきのペニーファージングとほぼ同構造のワイヤースポークホイールだね。チェーンは一見すると今のものと大差ないけど、ローラーがない少し古くからあるタイプみたいです。リーフチェーンとか呼ばれるタイプで、さすがに今より効率は悪いと思います。ギア比はちゃんと数えてませんがにちょっとありそうですね。現代のものと比較してもそれほど違和感ありません。もちろん変速機能はなし、いわゆるシングルスピードですね。フロント周りも注目ポイントが多いです。傾いたステアリング軸と湾曲したフロントフォークは現代でも一般的な構成です。試行錯誤で作られたのか計算づくなのかは分かりませんが、現代の自転車に近い安定性を持っていると予想できます。ブレーキはフロントのみで、先ほどのペニーファージングと同じくタイヤを直接押すものがついています。もちろんそれほど効きは良くないと思うけど、右手のレバーで現代と同じように操作できるし、ペニーファージングと違って前転リスクは小さいから安心して使えそうですね。またフロントフォークにはちょっと不思議なものが2つついていますね。ステップ的なものとバネね。なぜこんなものがついているのかわかりますか？ステップ的なものはまさに足を乗せるステップです。これはまだフリーホイールがないからですね。ペダルはタイヤと連動して回り続けるので、走行中の小休憩や下り坂の時に足を休めるためについているのかと思います。バネはサスペンションです。今じゃ見かけないレイアウトですが、昔のスーパーカブのサスペンションに似てるといえば似てますね。もちろん現代でもサスペンション付きの自転車は珍しくありませんが、この時期はまだ空気の入っていない中までぎっしりのゴムタイヤなので、なんとか乗り心地を改善するための努力かと思います。空気入りタイヤはともかく、フリーホイールと変速は現代でもなしで乗る人がいるから、自転車は1817年の誕生から
およそ70年でほぼ現在の形になったって言っていいと思うよ。ドライジーネにペダルつくまでに45年使ったのにそっから爆速ね。この動画は自転車の誕生からおおむね今の形になるまでご紹介するってのが目的だから、これで目的達成ですね。だからあとはダイジェストで現代まで追っかけてみよう。1888年には空気入りタイヤが有名なダンロップさんにより実用化されて、1890年代にはかなり普及したらしい。これは1892年に日本に導入された自転車。普通にかっこよくない？かっこいいね。すでに空気入りタイヤが使用されている。リムが木製なのが現代では見ないポイントだけど、スポークにはテンション調整用のニップルが使われていたり、とても現代的。フリーも変速機もブレーキもついていないから、今で言うのをブレーキピストみたいな構成だね。続いてフリー機構は1890年代には実用的な特許が登場して、1900年以降普及が進んだらしい。また島野さんは1921年の創業で、最初の製品がフリーホイールだったというのは皆さん知っていますね。媚びを売っていくスタイル。変速機に関しても1900年前後に内装・外装変速機の基礎が登場して、1930年頃には走りながらの変速が可能になってる。この時期なんでも発明されるわね。ここら辺はそれぞれ1本の動画にしたいね。これは1935年のロードバイク。今言った全ての技術が装備されているね。変速はテンショナーとディレイラーを別々に手動操作だからめちゃむずそう。変速は3段ですね。ちなみにタイヤはもちろん空気入りだけど、最近急激に見なくなったチューブラータイヤですね。これの説明はこの動画じゃしません。さてさて、ロードバイクも登場したところで、今回の動画はここまでです。今回の動画で全体的な歴史を理解してもらえたと思うので、今後はまた細かいところを掘っていきましょうね。最後に、今回の資料は、ほとんど島の自転車博物館さんで撮影したものですが、使用したのは前半3分の1程度のエリアの一部の展示品のみです。他にも珍しい展示品がたくさんありますので、皆さんもぜひ訪ねてみてくださいね。この動画の高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。感想コメントも気軽に書いていってね。じゃあ、またね。バイバイ。